Holy shit. It's not healthy to be in a monogamous relationship. The idea is to build a harem. Oh my god. It's in the official fucking files. Like, this is the justice.gov. It's right there. No! No, Piggy, not you too! Oh no! Not you, Michael! Just because somebody's in one of these photos doesn't mean that, you can go, all the way and say they were totally involved, right? Was there more information that everybody should have known about? Yes. Did they have that information? Yes. Did they say that there wasn't any information? Yes. They lied. 通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、なんとアメリカの司法省からエプスタインファイルの一部が公開されまして、現在ですね、ネットがこれ大騒ぎとなっています。これに伴いですね、今回様々な著名人というのがやり玉に上がっておりまして、大変物議を醸しているようですね。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、ついにですね、かねてからね、ずっと公開しろと言われておりました、エプスタインファイルが、その一部にはなるんですけどね、今回、米司法省から公開となりました。これ皆さん、誰でも一般で見ることができます。今、ここにアクセスすれば、皆さん誰でも見れますからね。今回ですね、膨大な写真やビデオ、そして資料というのが公開されました。エプスタイン関連のファイル第1弾公開で、ビル・クリントン、マイケル・ジャクソン、ケビン・スペイシーをはじめとする著名人が写った写真が含まれていた。ビル・クリントン、ケビン・スペイシー、マイケル・ジャクソンらを含む著名なセレブや政治家関係者が12月19日に司法省が公開したジェフリー・エプスタイン捜査の最新ファイル群に登場している。公開された大量の写真や文書はエプスタインの人身売買捜査に関する全てのファイルを一般公開し、検索可能にすることを義務付けたエプスタインファイル透明化法に基づいて公開されたものである。ということでですね、今回ね、かねてから公開しろ。一時はイーロン・マスクもね、トランプに対し公開しろと、このように迫っておりました。俗に言うエプスタインファイルですね。この一部が第一弾として、米司法省から公開されました。こちらですね、これね、実際の米司法省のサイトになるんですが、ここに行けば皆さん、誰でもね、これ、閲覧することが可能です。ここに写真や動画ね、そして資料が大量にアップされています。これ一時ここにね、人が殺到して、サイトがクラッシュしたと、このように言われておりまして、アクセスできないと言われていたんですが、現在はこれ普通に見れるようですね。で、もしかしたらね、これ、名前は聞いたことあるけど、一体何なのかわからないという方、いらっしゃるかもしれませんので、まずね、ざっと概要を見ていきたいと思います。こちら、ジェフリー・エプスタインですね。ジェフリー・エドワード・エプスタインは、アメリカの金融家で、有罪判決を受けた性犯罪者であった。彼は、ダルトンスクールの教師としてキャリアをスタートさせた。1976年、同校を解雇された後、銀行、金融業界入り、様々な役職を歴任した後、自身の会社を設立した。エプスタインはエリート層と社交関係を築き、多くの女性や少女を調達し、彼自身と仲間は様々な虐待を行った。そしてね、その後、とあるね、通報を受けまして、これに対して捜査が入るんですね。そしてこのエプスタインは逮捕されるんですが、獄中で首を吊ってしまいます。そしてこの時もね、様々な話が出てきました。2025年7月、FBI はこれを裏付けるため、監視カメラの映像を公開。ところが司法省がこの映像を公開した際、約2分53秒分が欠落しており、また FBI が生データだと主張していたにもかかわらず、映像が改変されていたことが判明した。ということで、このね、エプスタインをめぐるエリート層のスキャンダルというのは、様々な陰謀論が飛び交っていると、こういうわけなんですね。そして、こちらにあります、エプスタインファイルですね。エプスタインファイルとは、ジェフリー・エプスタインとその関係者による犯罪行為を詳細に記した文書群である。エプスタインリストとは、この文章の中に含まれるとされる文書で、エプスタインが少女たちを斡旋したとする著名な顧客の名前が記載されていると主張されているものである。つまりはですね、簡単に言いますと、このね、ジェフリー・エプスタインという人物がいて、このね、捜査資料、これがエプスタインファイルです。そしてこのファイルの中には顧客リストですね。これがあると言われておりまして、これが俗にエプスタインリストと言われていると。
そして今回ですね、こちらで、米司法省からこのエプスタインファイルの一部が公開されました。じゃあね、ここでね、実際にこのファイルがダウンロードできるんですが、ここ、エプスタインファイルとありますね。ちょっとね、じゃあせっかくなんで、実際見てみましょうか。それがね、こちらになるんですが、このね、多くがこんな感じで、黒塗りなんですね。で、基本的に今回はですね、その、被害者と子供、ここに関しては全て黒塗りにしていると、このように言われています。そしてね、このように様々な写真が公開されているんですが、こちらですね。今回先ほど名前が挙がっていました。マイケル・ジャクソンもここに写っていると。そしてこちらもそうですね。マイケル・ジャクソン、ビル・クリントン。で、さらにはこれ、ダイアナ・ロスですね。で、ここにね、黒塗りになっている人物たちがいると。で、これに関してはですね、後ほどちょっと補足がありますんで、後で詳細説明しますね。今ざっとね、どんな写真が公開されているのか見ていきます。あとこちらもそうですね。ビル・クリントン。ここね、女性の顔が隠されていると。そしてこちらもそうですね。クリントンと。いうことで、今回はですね、これ、明らかにクリントンが標的になっています。で、さらにはこれですよ。こちらね、どっかで見たキャラクターがいますね。ちなみにね、これ他の写真には、ピグレットなんかも写っておりまして、こちらもね、大変話題になっています。で、さらにはね、これ、ミック・ジャガーですね。そしてこちらがビル・ゲイツと、こちらガーディアンです。ファイルの大部分は黒塗りにされているものの、閲覧可能だった部分には、エプスタインが多くの著名人と交流している様子を映した画像が含まれていた。そこにはマイケル・ジャクソン、クリス・タッカー、ダイアナ・ロスといったエンターテイナーや、起業家のリチャード・ブランソンらが含まれている。ビル・クリントンも複数の写真に登場しており、その中にはエプスタインの有罪判決を受けた共犯者であるギレーヌ・マクスウェルと共にプールに入っている写真もある。さらに画像には元エコ皇族のアンドリュー王子も写っている。民主党はトランプ政権がエプスタインファイル透明化法の文書通りに対応していないと非難。同法は司法省に対し事件に関連する全ての非機密記録、文書、通信、捜査資料を12月19日までに公開することを義務付けている。また同法は2021年にエプスタインによる罪を幇助した罪で有罪となり、懲役20年の刑を言い渡されたマックスウェルに関連する捜査資料についても司法省が公開することを求めている。つまりはね、今回あまりにも黒塗りされた部分が多すぎて、これね、全部公開してないじゃないかと、このように言われているんですね。それはこちら、ワシントンポストにも書かれておりまして、金曜日に公開された資料のうち、ドナルド・トランプ大統領に言及している文書は比較的少なかった。政権当局者は、大統領の名前がファイルに含まれていること自体は認めており、黒塗り作業に詳しい関係者によれば、トランプの名前はファイル全体にわたって複数回含まれていたという。この関係者は報復を懸念して匿名を条件に証言した。ということで、この政府の内部関係者ですね、匿名にはなるんですが、トランプの名前はね、ファイル全体にわたって何回も登場していると。なんですが、これに関しては全てが公開されていないということですね。で、このね、エプスタインファイルに関してはですね、今回あくまでも第1弾ということですので、この先、それらが公開されるということになるのかもしれません。で、今回ですね、もう明らかにね、これ、スケープゴートにされているのが、ビル・クリントンなんですね。対照的に、元大統領ビル・クリントンは、金曜日に公開された写真の中に何度も登場している。その中には、エプスタインの共犯者であるギレーヌ・マクスウェルや、別の女性と一緒に泳いでいる写真、より公式な場にいる様子を写した写真も含まれている。トランプ大統領とその指名した政権関係者らは、大統領自身がエプスタインとの関係をめぐる報道に不満を示していることもあり、注目をクリントンに向けようとしてきた。こちらタイムになります。司法省はこれに関連するファイルを公開する期限を守れないとトッド・ブランシュ司法副長官が金曜日に述べた。ブランシュは金曜日、被害者を守るために必要な黒塗りが非常に多いことを理由に期限までに全てのファイルが公開されるわけではないと示唆した。私たちがやっているのは公開する全ての書類を一枚一枚精査し、保護が必要な範囲において全ての被害者の名前、身元、そしてその証言が完全に守られていることを確認することだと彼は FOX ニュースに語った。ということでですね、このね、黒塗り作業が非常に大変だということで、被害者のプライバシーを守らないといけないんですね。なので今後ね、一応全て公開するというようには言っておりますが、おそらく期限は守れないんじゃないかと、このようになっているんですね。で、ここからですね、ネットの反応を見ていきますが、まずね、こちらですね、先ほどありました、マイケル・ジャクソンの写真。このように指摘されています。MJ やダイアナ本人の子供たちをエプスタインの被害者に見せかけるためにわざとぼかしてるって、どれだけやばいことか分かってる？ということで、これね、何を言っているかと言いますと、この写真自体ですね、もう何年も前から公開されているものなんですね。そしてこの黒塗りにされている、ここ3人ですね。これはダイアナ・ロスの子供とマイケル・ジャクソンの子供だと、このように指摘しています。ただ今回に関しては、子供も黒塗りにすると、このように言っておりますので、何かね、そこに他意があるわけではないのでしょうが、そもそもね、以前から公開されている写真を、このような形で公開してしまっているため、あらぬ憶測を呼んでいると。そしてね、その下にもあるんですが、ご情報に注意してください。最近出回
回っている写真の一つは、マイケル・ジャクソンが不動産を探していた際に、エプスタインのパームビーチの自宅、ここカッコでね、島ではないとあります。これつまり、エプスタインが使っていたという、いわゆる人身売買の場になっていたエプスタイン島ではないと、自宅で行われていた唯一の面会の場所を写したものだ。エプスタインの被害者の一人は、ジャクソンが不適切な行為を一切しなかったと証言している。もう一枚の画像は、ジャクソンがパフォーマンスを行った民主党の資金集めのイベントで撮影されたもので、子供たちとダイアナ・ロスと共に出席していた場面である。ということで、つまりね、今回、このエプスタインファイルとして公開された、これらの写真というのは、あくまでもね、捜査資料なので、このエプスタインと共に人身売買に加わっていましたという証拠ではないんですね。なんですが、全部ね、エプスタインファイルとして一括りにして公開されてしまっているため、かなりの風評被害といいますか、混乱を呼んでしまっていると、このように指摘されています。なので皆さんもね、見る際は、ちょっと気をつけてくださいね。著名人の写真多数公開されていますが、それが実際どこで撮影されて、何を表しているかというのは、現状ね、実はよくわかっていないということです。何千ものエプスタインファイルがリリースされました。というね、皮肉ですね。ほとんどが黒塗りだと。オプラ・ウィンフリーは極悪人だ。こちらもそうですね。透明性についてはここまでですと。これなんかね、どっかの土地染みがありますが、情けない。エプスタインのファイルからトランプの写真を全部削除して、他の全員をそのまま残しておいたなんて。これはアメリカ史上最大のスキャンダルだ。トランプがかかっていることを誰もが知っている。そしてこちらね、マジョリ・テイラー・グリーン激横なんですね。おいおい、エプスタインファイルには何が入ってるんだ？全部公開してください。これは文字通りの法律です。要点は、政治的に影響力のある人物や政府高官たちを守ることではないということだ。これこそがずっとマガが求めてきたもの。それは腐敗し、犯罪を犯している金持ちで、権力のあるエリート全員を暴くことであって、名前を黒塗りにして守ることではない。ということでね、とにかく黒塗りが多すぎる。すべてを公開しろと、このように言ってるんですね。こちらね、ナンシー・メイス下院議員ですね。エプスタインファイルを公開しろと。このファイルは本当に胸くその悪い内容だった。なぜあれほどの黒塗りが必要だったのか理解できる。こんなものは誰も見るべきではない。あの男とその一味は文字通りの怪物だった。ということでね、これに関してのネットの反応はご覧の通りですね。ここにもありますが、エプスタインのファイルが公開された 90% が検閲されているというような形で、今回ね、第1弾として公開されたはいいものの、そのほとんどが検閲されてるじゃないか。どこが透明性なんだ。このような批判をされています。はい、ということで本日はですね、ついに米司法省からエプスタインファイルの一部が公開。様々な著名人がその写真の中に写っていましたが、その資料の大部分が黒塗りにされてしまっていたため、この透明性が疑問視されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。こちらクリス・タッカーですよね。先ほど名前上がっていましたが、実際ね、ここで何をしていたかというのはまだわからないんですね。だから結局のところですね、その公開されている資料に何が書かれているのか、これが黒塗りにされてしまっていると、その真相がつかめないため、現状みんながね、全てを公開しろと、このように言っているという状態です。で、現在ですね、FOX が、ここでね、隠されていた政治家がいると、このような報道もされているので、今後ね、これ、続々と公開されていくということですので、それらが明らかになるのかならないのか、これが注目されていると、こういった状況になっています。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。